中年オタッキーです。ちょっと喉の調子がすごく悪いんですけど、今日ぐらいしか動画撮るチャンスがないので、動画撮っています。あしからずご了承くださいませ。で、今日はね、このカメラで撮ってきました。はい、久しぶりに使いましたキヤノンニュー F1。シャッター音がね、非常にいいカメラでね、癒されてきました。まあ、キヤノンのね、古のフラッグシップカメラなんですけども、使ったフィルムがこれなんですよ。マリックスエアカラー100というフィルムになります。これね、どんなフィルムかっていうのはね、正確には聞いてないんですけど、多分っていう感じの、情報でちょっと話していきます。はい、それではどんな、写りだったのか、やっていこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回使用したのはね、キヤノンニュー F1 になります。おたき、これ随分前から持っているカメラになります。まあ、ヤフオクで買ったんですけど、ヤフオクでね、20年ぐらい前に買って、その時の値段57,000円だったかな。通常は中央部、部分速攻なのか重点速攻なのかわかんないんですが、おたきのはね、スポット速攻に変更してあります。まあ、露出系使ってないんで、スポット速攻だろうが中央部重点速攻だろうがもうどうでもいいんですけどね。発売されたのは1981年、昭和56年9月になります。当時の価格でボディが14万9,000円だったんですが、後期型になって値上げされたと記憶しています。確か17万8,000円だったんじゃないかなと思いますね。結構長い間売られたカメラで、キヤノン最後の MF カメラ、FD レンズをつけたカメラになりますね。で、使ったフィルムがこれマリックスエアカラー100というフィルムなんです。まあ、マリックスフィルムといえばね、通常は映画用のコダックのカラーネガフィルムの、レムジェット層、ハレーション防止膜をね、落として、で、パトロールに詰めて販売しているっていうのがほとんどなんですけども、これは最初から C41 現像専用ということで、レムジェット層はなかったものになりますね。これおそらくなんですけどね、エアカラーということで、航空写真用のフィルム。まあ、偵察機のフィルムとかそんな感じになるんじゃないかなと思います。まあ、先日のライブでもちょっと話ありましたけど、やっぱ超航空から撮影するので、ディテール的にデジタルでは無理ということで、未だにフィルムで撮影しているようですね。で、それを想定して撮影してきました。使ったレンズはね、ニュー FD3570 F3.5 から 4.5。まあ、いわゆるマキエレンズになるんですけども、このレンズがね、非常に良い描写をするので、好んで使っております。オタッキーはね、得意の3570になりますね。これちょっとデザインがね、T シリーズのね、ちょっとかっこ悪い方のデザインなんですけど、まあ、実はどっちも持ってるんですけどね、ギザギザ模様のやつもどっちも持ってるんですけど、まあ、レンズの中身は同じです。この3570のレンズをつけてね、マリックスのエアカラー100で撮ってきた、試写の結果どんな感じなのか、ここからはね、作例を紹介してまいります。はい、作例ですけどね、ちょっとね、現像の調子がもしかしたらもう一つだったのかもしれませんが、結構素朴な色に映っているのがわかると思います。ディテールはかなり出ているようで、まあ、エアカラーということでね、ディテール重視なんだと思いますね。これちょっと露出オーバーだったかな。屋内で映すとこんな感じで、やはりそんなに色は伸びないフィルムになるかな。これ屋外ですけども、青もそんなに伸びないし、ちょっとモノクロチックですが、一応このように赤の色とかね、見たらわかりますが、ちゃんとしたカラーネガフィルムになります。ちょっと昔の富士カラー100っていう感じの色でも、まあ、色っていう感じもしますね。青の伸び方もこんな感じで、まあこれはね、現像とかね、スキャンソフトとかの影響もあるんで、5割引きぐらいでね、聞いておいていただければいいと思うんですけど、ディテールはこのようにしっかり、出ておりましてね、カラーネガとしてはかなり貴重な存在になってくるのではないかなと思いますね。まあ、屋内と最後屋内写真ですけども、こんな感じの色になっております。色はやっぱりちょっと伸びない。
素朴な、色になるフィルムなんじゃないかなと思いますね。で、今回使った感じ、現像はね、マリックスフィルムの C41 現像液、液温28度、現像時間14分30秒で現像しています。大体このぐらいで大丈夫なんじゃないかなと思いますね。漂白時間はね、液温35度ぐらいで、7分30秒ほど漂白しておりますが、もうちょっと長い時間漂白しても、色的に良かったかなと思いますが、大体の仕上がりでこんな感じで仕上がっておりますね。で、ちなみにこのフィルムなんですけども、現在も入手可能です。マリックスさんのサイトに行って、価格を確認しましたが、1本2400円ということで、もともとが航空写真用高級なフィルムになってくるので、結構価格が、高くなっていますが、安定して入手できるカラーネガフィルムということで、使うには十分使えるんだと思います。このフィルムの価格上がってるんですけども、これ単純にフィルムの値段が上がってるんじゃなくて、円が下がってるんですよね。先日ね、一昨日なんですけども、アメリカの FRB が今後金利を上げないかもしれないよという発表をしました。発表っていうかね、見解を発表したんですけども。で、これでね、円が上がるかな、ドルが下がるかなと思ったんですが、蓋を開けてみたらね、ドル上がっちゃったんですよね。今ね、月曜日のね、19時10分ぐらいですが、今149円71銭。ついさっきね、149円81銭まで上がったんです。もう150円目前になってるんですけども、これね、もう日本が金融緩和をやめない限りは円は上がらないと。円は下がり続けるということで、金融緩和をやめてほしいんですけど、やめれないような状況になってるんですよね。フィルムはね、現在ほとんどが輸入なので、円が下がるとフィルムの値段が上がるということになってしまいます。フィルム自体の価格はもう上がってないんじゃないかなと思うんですけども、銀の価格もそろそろ落ち着いてきてるんじゃないかなと思いますが、ちょっと調べてみなきゃわかんないんですけども、とりあえずはね、円が下がり続けている現状をなんとかしてほしいですね。日本政府にも打つ手はないかもしれませんが、はい、そんなわけでね、今日はね、ちょっと為替の話もちらっと入りましたが、為替が上がらないとフィルムの価格は上がりっぱなしなので、なんとかしてほしいオタッキーでありました。このフィルムね、現在も入手可能ですので、カラーネガフィルムが手に入らないよっていう方で、マリックスフィルムさんのね、サイト、この説明欄の方にね、リンクも貼ってありますので、そちらから購入に進んでいただければと思います。はい、今日の動画はこんな感じです。喉ガラガラですんません。ここからはいつもの視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー。今日のトップバッターはタコマルさんですね。こんばんちは、タコマルです。8月は連日の猛暑日に加え、お盆に新型コロナに感染し、全然写真を撮りに出かけられませんでした。なので久々の投稿です。タイトル、夏の終わり。ご覧になればお分かりのようにカメラの裏蓋をうっかり開けてちょっと観光してしまったうちの1枚です。まだシーズンインしてない夏の始まり頃に撮ったのですが、観光して赤みがかったグラデーションが夏の終わりの雰囲気を醸し出してくれたように感じましたので、秋に入った今、過ぎた夏を懐かしむ1枚として投稿しました。カメラ富士カ ST801、レンズは記憶が曖昧ですが EBC 富士の 55mm1.8 だったと思います。フィルムも確かに富士カラー100だったと思います。よく覚えてなくてすみません。またよろしくお願いします。ということで作品なんですが、雰囲気は非常にいいですね。これね、観光してなければもっと良かったんでしょうけど、観光してしまったからしょうがないんですけどね、アートという意味では良かったのかもしれませんが、ただ、現状フィルムが非常に高価なので、もったいないという気はしますね。はい、高丸さん投稿ありがとうございます。次はアルパカチャさんの投稿ですね。こんばんは、アルパカチャです。前回も写真紹介ありがとうございました。今回は作品投稿のコーナーに3枚組写真投稿します。人がメインにならないと思いますが、問題があれば飛ばしてください。使用機材、カメラニコン U2。レンズ AFS50mmF1.8G。フィルム、富士アクロス2。タイトルは、川の流れでお願いします。朝晩涼しくなりましたが、体調に気をつけて動画配信頑張ってくださいという作品なんですけどもね、1枚目はね、これ竹でできてるんですかね、この橋。竹でできてる橋をね、女の人が渡っている様子ですが、やはりアクロスということで結構柔らかい調子で映っております。
これ2枚目はね、これ、漁をしている場所ですね。柳漁だったかな。鮎かなんかを取ってるところですけどね、みんなが楽しそうにね、魚をね、集めているところですね。で、3枚目は非常にダイナミックな絵。子供がね、その柳漁に引っかかった魚を必死に取っている様子、を映しておりますが、これ非常にいいですね。雰囲気のある写真になっております。はい、アルバカシャさん投稿ありがとうございます。次はのりかずさんの投稿ですね。お疲れ様です。少しずつ秋を感じる季節になってきたんですが、仕事が忙しく、休みも忙しく、フィルムを想定したカメラのカウンターがなかなか先に進まなくて撮影には苦労しています。そこで今回はスマホで撮影した写真を1枚投稿します。京都の四条通りを歩いている時になんとなく上を見上げて撮影しました。スマホで撮影しました。タイトル、上を向いて歩こう。撮影機材、アクオスセンセーションというのがこれ、ベーシックになります。ショップに売れ残っていたアンドロイド携帯です。それではよろしくお願いします。ということで作品なんですけどもね、アクオスのカメラ、アクオスってね、やっぱ高級機に値するんじゃないでしょうか。非常にね、しっかりした写りになっていると思います。もう最近アクオス携帯使ってないんですけど、昔嫁が使ってたんですが、まあ嫁が使ってたのはね、故障しまくってね、もう二度と買わないって話だったんですけど、このカメラはね、しっかり写っておりますね。モノクロモードで撮影したのかな？これモノクロモードで撮影したか、モノクロ変換したかはわかりませんが、非常に調子もいい感じで写っていると思いますね。のりかずさん投稿ありがとうございます。次はね、ちょっとアトピンさんの投稿ですね。おたけさんこんにちは。ようやく涼しくなり、撮影もしやすくなってまいりましたね。早速ですが写真を2枚投稿させていただきます。1枚目のタイトルはスクランブルです。カメラはミノルタ SRT101。レンズは MC ロックオール PF50mmF1.7。フィルムはファントム8です。低感度のためスローシャッターしか切れない特性を活かして横断歩道を歩く人をブレさせましたが、いかがでしょうか。なるほど。2枚目のタイトルは風吹く丘です。先日、青山高原というところに三重県ですね。行ってきまして、そこに大量に設置されている風車を撮ってきました。投稿した写真はその中のお気に入りになります。カメラは OM2N。レンズは随光 35mmF2.8。フィルムはコダックカラープラス200です。ということですね。で、作品なんですけど、1枚目。ファントム8。ISO 感度8しかないフィルムということで、日中でも絞り込めばかなりのスローシャッターで切れます。でね、超微粒子フィルムということで、ディテールも凄まじいんですね。まあ、コントラストも高いフィルムになって、その、幻想的な感じも出ております。2枚目はね、カラープラスで撮ったということなんですが、ちょっとね、フィルムにシミも発生しておりますが、色は非常に青い。コダックのフィルムでここまで青が伸びるのは、やはりオリンパスブルーということなんでしょうか。非常に青がよく映っております。ちょっとアトピーさん投稿ありがとうございます。次は高橋さんの投稿ですね。中年おたきさんこんばんは。今回はネタ投稿です。ちょっと面白い写真だったので写ってる植物は、風船トウワタという名前らしいです。インパクトのために組写真でお願いします。と言ってもトリミングでアップにしているだけです。ネタですのでご勘弁ください。カメラはミノルタ α7000。レンズ35105。フィルムは富士スペリア400。タイトルはサシタロか。10月になっても暑い日が続きますが、お体に気をつけくださいませ。それではよろしくお願いします。作品なんです、1枚目。1枚目でこれ、風船トウワタ。綿がついているような植物。これ雑草の類なのかな？でも花はね、ちょっと可愛い花をつけています。で、その可愛い花にね、蜂が来てるんですね。ほんで刺したのかっていうことなんですけども、これでもミツバチじゃないよね。アシナガかなんかだよね。アシナガも花に来るんですね。知らなかった。ちなみにオタッキーはね、蜂は大嫌いです。そんなわけでね、作品投稿のコーナーここまで。投稿がね、これで終わっておりますので、我こそはという方、作品投稿のコーナーにどしどし投稿くださいませ。で、タイトル画面なんですけど、ちょっと二人の間で迷っています。ちょっとアトピンさんの1枚目と、アルパカチャさんの3枚目。非常に悩んでおりますが、アルパカチャさんの3枚目行きましょうかね。これね、結構高速シャッターを切ってね、水の流れが止まって映ってるんですけども、それがいい感じなんだな。この作品を、タイトル画面に選ばせていただこうと思います。はい、そんなわけでね、作品投稿のコーナーはここまで。ここからは俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー。今日の俺のカメラのコーナー、サムライジャパンさんの俺のカメラですね。俺のカメラで投稿します。カメラはミノルタ AL です。
iPhone SE で撮影したものになります。線路脇のマンホールの上で撮影しましたということで作品なんですけどもね、光はこれないんだよね。光はないんですが、マンホールが真っ赤っかの上に、ミノルタ AL が乗っかってる。ミノルタ AL ってこんなカメラだったかな？しばらく見ない間にちょっと忘れてしまいました。非常にね、定評のあるレンズ、ロックオール PF45mm F2 を使っておるカメラですね。シャッタースピードがね、1000分の1まであるレンジファインダーカメラということで、まあ、ミノルタらしいなと、ハイスペックなカメラになっております。写りめちゃくちゃいいんで、ゲットする機会がある方はぜひゲットしてみてください。ただしちょっと弱点がありまして、一眼レフカメラのでいうところのミラーボックスあたりの、外側の、なんていうんですか、部品がね、脱落しやすいです。で、オタッキーのも脱落してるんですけど、モルトで貼り付けて無理やり止めてます。まあ、ミノルタのカメラ何か一つね、弱点を持つことが多いんですが、このカメラもしっかりということになりますね。ちなみに、サムライジャパンさんといえばなんかね、ペンタックスとかオリンパスってイメージがあったんで、ミノルタも持ってたんですね。そんなわけで、投稿ありがとうございます。ここからやっちまったコーナーになってまいります。はい、やっちまったコーナー。今回はね、ジョンさんの、これ、やったーになりますか？何になるんだろう？とりあえず、やったーということで説明させていただこうと思います。おたきさんこんにちは。先日はオートハーフで撮影した作品紹介してください。ありがとうございます。その中で感動品で羨ましいとおっしゃっていましたが、実はジャンクで入手した時はセレンが死んでいたので、100均の電卓から取り出した太陽電池と入れ替えたものです。せっかくですので、やっちまったコーナーに投稿させてください。電卓はセリアで購入した、100均ね。で購入したもので、1枚目の写真のものが横幅ぴったりで加工なしで入りました。厚みが若干厚いためか、2枚目の写真の状態です。接点がボディに接触しようとしたため、ポリイミドテープで絶縁しました。3枚目の写真で太陽電池の後ろが黄色く見えているのはそのためです。メーターと太陽電池の間は抵抗が個体差もあるので5キロオームから1メガオームくらいで実際のメーターの動きに合わせて調整する必要があると思います。セレンと太陽電池では特性が違うという話もありますが、コダックカラープラス200で79枚ほど撮影した限り問題ないように思います。100均は商品の入れ替わりも激しいので、同じものがすでに廃盤でしたら申し訳ありません。少しでも皆様の参考になれば幸いです。ということでね。まあ、これ100均でこれね、ちょっとおしゃれな電卓ですよね。プリント電卓、ウィリアム・モルト柄っていうことになるんですかね。で、これはね、セレン光電池の部分に太陽光電池を設置したというところになりますね。接着剤でもひっつけてある感じ、なのかな。で、このようにね、組み上がったらこんな感じで見えるということになるんですけども、まあ、サークル I だとね、すぐに、もう太陽光電池がね、入らないということで諦めるんですけど、で、オートハーフちっちゃいやつだったら入るんですね。おたっきも挑戦してみようかなとちょっと思いました。はい、そんなわけでね、今日の動画は、以上になります。いかがだったでしょうか。ちょっと喉ガラガラで本当に申し訳ありません。なんで喉ガラガラなのかわかんないですけど、風邪をひいたわけでもないしね、なんだかよくわかりませんが、まあ、次の動画までには直したいと思います。で、次の動画はね、いよいよね、オタックビジョン3 50D が登場しますが、あんまりいい写真は、できてないです。まあ、こうご期待と言ってもあんまり期待しないで待っていてください。今回のね、マリックスのね、エアカラー100は結構使い入れのいいフィルムだと思いますよ。まあ、C41 現像で専用品ということで、ハレーションも出にくいということになりますので、カラーネガフィルムでお困りの方はぜひマリックスさんの方ね、購入していただければと思います。はい、チャンネル登録、高評価ね、どしどしお願いしますね。まあ今回もね、多分ドーンってなりますが、チャンネル登録、高評価よろしくということで、チャンネル登録順調に増えていっております。で、高評価の方はね、もうポチッと押すだけなんで、本当に今すぐポチッとお願いしますね。コメントの方ね、全部返していっております。ちょっと先週の分残ってしまいましたが、コメントをね、書いていただければ、ほぼ 100% 返信していく予定になっています。まあ見落としがあればちょっと勘弁してくださいということになりますけど、ぜひぜひね、何か感じたこととかありましたらコメントよろしくお願いします。今日の動画はこんな感じ。また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。